皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは飼育している爬虫類の飼育方法や爬虫類飼育用品の制作過程を定期的に投稿しています。今回は飼育している砂漠の砂を入れ替えるついでに絶対に溺れない水入れを自作した様子をお届けします。こちらは我が家で飼育している砂漠です。幅 80cm、奥行き 40cm の小さな砂漠ですが、しっかりと生命の息吹を感じることができます。この子はサンドフィッシュスキンク、砂の中を泳ぎながら移動する中東出身のトカゲです。野生下では過酷な砂漠地帯で生息しているだけあり、比較的丈夫な生き物で、餌食いが良く、多少の水切れにも強いので、ある意味私のような爬虫類初心者には飼育しやすい子たちです。ある意味とちょっと深みのある言い方になったのには理由があり、この子たちは性質上お昼頃に活動することが多く、活動時間以外は基本的に砂の中に潜って生活しているため、平日の朝から家の外で働いているサラリーマンはほとんど遭遇する機会がありません。たまに掘り起こしてイチャイチャしようとすると、このように完全に敵認定される始末です。上手に育てれば人慣れさせることもできるらしいのですが、まだまだ思考が足りていませんね。そんな砂漠を飼育しているような状態が病みつきになって早5年、今では3匹のスキンクたちを飼育しています。この子は一番最初にお迎えしたサンドフィッシュです。お迎えした時は 26g 程度でしたが、そこから半年で 29g、現在は 30g ちょいとほとんど増えていません。2匹目は 48g、3年前にお迎えした時は 28g だったのと比べて随分大きくなりました。3匹目は 50g、この子は1年前にお迎えしていましたが体重を記録し忘れてました。昔の写真と見比べてみたら明らかに大きくなっていますね。次に掘り出す時が楽しみです。3匹集まるとこんな感じ。意識的に模様の違う子を選んでいるので、こうやって集まると違いがはっきり見えて面白いです。私の知る限りだと、横腹の赤模様が黒に近いサンドフィッシュや、背中が全体的に赤っぽいサンドフィッシュ。サンドフィッシュの中でも異質な茶色模様のサンドフィッシュがいるらしいので、今後もショップに通って色とりどりのサンドフィッシュを集めていこうと思います。さて、ここで終わってしまうとただのサンドフィッシュの紹介動画になってしまうので、本題に入りましょう。こちらの一見何もないように見える砂たち、投入してから結構な時間が経っていまして、手で砂をかき分けてみると、サラサラした粉っぽいものがくっついてきます。これは、生き餌にくっついていたカルシウムだったり、サンドフィッシュたちの排泄物が粉状になったものですが、あまり粉っぽいと、ケージ内もケージ周りも不衛生になるので、交換してしまいましょう。はい、古い床材はきれいさっぱり回収しました。今回新しく入れ替えるのはレプタイルサンドの細め、以前使っていたザラメより砂粒に近い感触がします。実際は砂ではなくて陶器の粒のため、多孔質で粉が出にくく、消臭効果も高い優れものです。綺麗に敷いたらこんな感じ、新品の砂漠はいつ見ても気持ちいいですね。サンドフィッシュたちを砂漠に返してあげましょう。警戒心丸出しで一目散に逃げていきました。サリサリ潜っていく音が気持ちいいです。次は水入れの改良に着手していきます。これまで使っていた水入れは底が深く、生き餌を入れると高確率で水没する問題がありました。水没の様子を見てみると、生き残った生き餌が水を求めて近づいた際、ツルツルした樹脂の壁から落ちてしまうことで、そのまま這い上がれずに沈んでいるようです。完成しました。生き餌の水没対策版水入れです。こちらの水入れ、内部は奥に行くにつれて徐々に深くなるような傾斜になっており、昆虫たちが水入れに入り込んでも手前の浅いところで水を飲んで帰ってくれるようになっています。また、水入れの手前からではなく、奥側の深いところから侵入されると水没してしまうため、奥側には少し急傾斜な壁をつけて登りにくくすることで、動線を手前に誘導しています。あとは、足を引っ掛けやすいように気持ち程度の段差をつけてみました。早速設置してみましょう。設置から1週間以上様子を見てみました。今までは餌を投入した翌日には何匹か水没していましたが、今のところ1匹も水没していません。ちゃんと水を飲めているかは直接確認できていませんが、とりあえず当初の水没対策はできたようですね。サンドフィッシュたちの蹴り飛ばした砂が入ってしまうという細かい課題はありますが、試みとしては成功したようなので、しばらくはこの水入れを使って飼育をしていこうと思います。といった感じで、今回は砂漠の掃除をするついでに、生き餌の水没問題を解決した様子をお届けしました。サンドフィッシュはいつも砂に潜っていて、あまり立体的に活動する性質ではないので、普段の飼育で気をつけることは定期的な給餌と砂漠を清潔に保つことくらいしかないのですが、
味のなくなったスルメを噛み続けてほのかに残った風味を感じるように、砂漠の飼育を続けるほど、ちょっとした砂漠の変化でも楽しむことができるようになります。そんな風情ある砂の動きをめでたいという既得な方は、ぜひ砂漠をめでる会を世界に布教していきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのいいねやコメントが毎回制作の励みになっています。また、このチャンネルは爬虫類飼育初心者向けの飼育方法や飼育に役立つアイデア用品の制作過程を発信しています。まだチャンネル登録していない人は、この機会にぜひフォローをお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。